こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、アフターコロナの世界は今後どうなってしまうのかってことについて解説していきたいと思います。まあですね、今コロナウイルスの影響でとんでもないことになっています。で、多くの方が今すごい気になっていると思うんですけども、この騒動がですね、いつぐらいまで終わるのか、またですね、今後どうなっていくのか、YouTube でですね、コメントで、解説してほしいっていう依頼が多くの方からいただいたので、ちょっとですね、今日解説していきたいと思います。結構やっぱ予想難しくて外れることもあると思うんですけども、今ですね、僕自身はこう考えてますよっていうことで、今後それでどうしていくか、またいつこれが収まるのか、そういう見解を解説していきたいと思います。で、今日の内容なんですけども、どれぐらい長引きそうなのかっていうことですね。で、あと経済に対する影響は今後どうなるのか、また労働環境ですね、サラリーマンの働く環境はどうなっているのか、また不動産の価格よく聞かれるので、解説していきたいと思います。で、まず、どれぐらい長引きそうなのか、これあくまでも予想の範囲でしかないんですけれども、今の自分の見解としてはですね、どう考えているか。まず、各国が今ロックダウンしているっていうことで、外出禁止っていうこともあったりで、日本のようにですね、緩く緊急事態宣言って形で自粛しているような状態もあって、いろいろありますと。で、そういった状態で武漢の場合は、移動も封鎖したりとか、相当かなりハードな過激なことをやって、多分一番移動禁止ね、鉄道とかも全部禁止してっていうので、それが1月の23日から4月の8日まで77日間、封鎖されてましたと。ということで、そこで、収まったっていうことで、この77日間、これは一つの目安になるのかなっていうふうに僕は予想しています。なので、日本の場合、緊急事態宣言がですね、出されたのが、4月の7日だったので、そこから77日を、もし、これ目安なので、武漢と同じぐらいなのか、武漢より早く終わるのか、武漢より長引くのかわからないんですけども、仮に武漢と同じぐらいですね、で、収束できたとしたら、6月22日、77日後は6月22日っていうことなので、まだまだですね、まだ1ヶ月も経ってないっていうような状態なので、もっと77日間、かかってしまうと、武漢と同じだったら。で、今、日本の場合だと、武漢よりもかなり制限、移動もできますし、お店も開いてるし、普通に、会社に行ったりとか満員電車もあるような状態なので、もしかしたらもっと長引くかもしれないです。でも逆に、広まって、今度、抗体を持つ人が増えて、逆に今度短くなるかもしれない。それどっちに転ぶかちょっと予想はつかないんですけれども、目安としては、武漢と同じぐらいでいけば77日ぐらいかなっていうふうに僕は、見てると。で、ニューヨークでですね、これ、いいニュースがあって、抗体検査がですね、これも取り上げてほしいってなんかコメントでいただいたんですけども、4月の23日にニューヨークの知事がですね、発表しました。で、3000人に抗体の検査を行いましたと。もしそのウイルスに感染してたら抗体ができるんで、それを調べることで、症状じゃなくても感染してたかどうかっていうのがわかるっていうことで、調べた結果、なんと、州全体で、3000人の結果、13.9% の人は、抗体の陽性反応、抗体があったところですね。なので、過去に感染していたって人は、これだけいたと。で、ニューヨーク市に限ると21%いたってことなので、結構ですね、多くの人がもうすでに感染しているような感じで、なので予想よりかは致死率は下がるかもしれないとかって報道が出ていますと。なので、そういう風な感じなので、もし14% だとしたら、あと7回ぐらいですね、5倍ぐらいの期間経てば全員に感染行き届って、みんながですね、そのコロナウイルス感染しても、抗体を持つんで、そんな大掛かりにですね、発症しないっていう風になればいいなっていう風に考えてます。で、ウイルス、ちょっと怖いところがあって、変異して、毒性が上がったりする可能性があるので、インフルエンザとか結構ガンガン変わったりとかしてて、コロナもね、いろいろ変わっていってるって報道はされてるんですけども、毒性が強くなって致死率がですね、上がったりしなければいいなっていうの、これはね、願ってますね、本当に。今のレベルであればまだいいんですけども、そういう強毒化しないでほしいなっていうふうに、思ってます。ウイルスの変化ってものすごい勢いで進化していくので、とてつもなく恐ろしいものですね、ウイルスは。で、今、感染者の増加は、ずっとデータはですね、プロットしてみてはいるんですけれども、これ出そうかどうか迷ったんですけれども、もともとずっと指数関数的に増加していって危険なって言ってたんですが、緊急事態宣言出されてからは、これ、東京とか少し緩やかになってるってことで、感染者数は減って、いいことに減ってるっていうことですね。だからといって、自粛をやめろとかそういうこと、気を抜いてはいけないんだと思うんですけれども、日本全体としても緩やかになって、ニューヨークもですね、緩やかになってきているので、もともと、この辺の4月の緊急事態宣言の前に、このペースでいくと、20日ぐらいにはですね、1万人超えるかもしれないっていうふうに、僕は予想っていうか、このままペースでいけばそうなるよって言ってたんですけども、拡大がですね、緩やかになって、今、なんとかですね、
数千人、日本全体としても1万人ぐらいのところで、なんとか抑え込めているような状態ではないかなっていうふうにデータから見ると、思われます。なので、これはもうみんなの頑張りっていうかですね、医療機関の方々とか、すごい、昼夜頑張っていただいている方のおかげかなと思って、本当にですね、ちょっと安心してますが、でも気を抜くと良くないとは思うので、ちょっとこれはちょっと迷ったんですけども、今のところ少し緩やかになってきてるっていういいニュースです。で、経済に対してどうなるかっていうと、これも皆さんご存知の通り、本当に悪化します。なので、そんなにいいニュースがあるわけじゃなくて、やばいよっていうのをひたすらちょっと話し続ける、ちょっと暗い話になっちゃうんですけども、今いろいろな業界が大ダメージ受けていて、まずどういう流れだったかっていうと、やっぱ最初にまずは外国人がですね、日本に来なくなって売り上げが下がりましたよっていうところでした。で、その京都だとか、そういったところは人がいないよっていうところだったんですけども、そこからホテルとかですね、旅行が、ダメージを受けて、で、さらに、飲食店がですね、閉まったりだとか、緊急事態宣言でとかで、飲み会、いろんな、営業ができなくなったってことで、かなり売り上げが下がっていると。もう多くのところでもう半分とかそれ以下になっているような、こんな未曾有の事態になっていると。で、今、自動車とかも、生産ストップしたりとかしていて、で、トヨタが1兆円の融資をとかですね、いろんな自動車メーカーもかなり現金がですね、足りなくなりそうで融資を打診しているような感じで、工場が止まるってことは、それだけ車作れなくなるってことで、で、どうなるかっていうと、車が売れなくなるっていうことなので、売り上げが下がる。そうすると、働いてる方々の給料も下がったり、部品を卸しているメーカーとかもみんな困るっていうことで、非常に苦しい事態ですし、で、さらに、広告の出稿も抑えられたってことで、これも前回説明したんですけど、リクルートさんですね。いろんな、人材派遣だとか、住も住宅だとかですね、結婚、ゼクシーとか、いろんなものの、広告で成り立ってるんですけども、広告がですね、出稿一気に、しなくなったってことで、なので広告業界も大ダメージを受けてると。なので僕ら YouTube とかも広告主がですね、いなくなるってことで、広告収入が下がったりとか、ブログとかそういったものも広告収入が下がる方向になるので、全方位ですね、かなりダメージが、来てると。ということで、大丈夫な業種ってもう本当限られてきて、例えば JR 東海とかもかなり苦しかったりとか、いろんな業界が今まで安定だと思われてたのもですね、やばくなってきたと。なので、こういう事態っていうのは今まで経験したことないような状態です。で、こうなると何が問題かっていうと、もう景気後退のですね、負のスパイラルに入ってしまうと。で、売上が下がってしまうっていうことなので、大きな企業はですね、下がって、で、まだサラリーマンの方は給料ですね、もらって、下がってない人も多いかもしれないんですけれども、でもそれはどういうことかっていうと、もう、トヨタとかが売上下げるってことはもうボーナスとかですね、昇給とか、そういうのがなくなるってことなので、給料とかが、収入が下がるっていう風になります。例えば残業がなくなったりとかですね、いろんな意味でですね、残念ながら下がることは、このままいくと、間違いないです。で、夏のボーナスも、すごいマイナスになるみたいな報道が、ちらほら今されているような状態です。なので、給料は間違いなく夏は下がると。で、そうなると、やっぱり消費はですね、抑制されますと。なので、物買おうっていう気持ちもですね、なくなるし、例えば今ね、高級車買おうとか、借金して車買おうとかですね、家買おうとか、そういった、需要っていうか、そういう、消費をね、もともと消費税で冷え込んでたところ、消費税増税で、10% 冷え込んでたところに、こういう、コロナの影響が来てるんで、かなりですね、消費が抑制されるっていう風になります。そうするとどうなるかっていうと、消費が抑制されて物が売れなくなるので、物価下げざるを得ないんで、物価が下落するっていう、デフレって言われるものですね。で、物価が下がればいいじゃないかって思われる方も多いかもしれないんですけども、物価が下がると今度また売り上げが減少されるっていうことで、さらに、給料が下がるっていう、この、デフレスパイラルとか言われたりしてるんですけれども、そういう、ね、デフレに逆戻り、もともとね、デフレを脱却しようとしていたんですが、またですね、さらにデフレは加速するかもしれないです。そうすると、物価が下がっていって、給料が下がっていって、売り上げが下がっていってっていうのがずっとですね、ぐる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 こう回ってしまう。ここから抜け出せなくなるっていう状態にまた入ってしまいそうです。で、さらに残念なことに、物価が下がるって言ったんですけど、もしかしたら上がるかもしれなくって、なんでかっていうと、今、様々なもののですね、生産が滞ってるんですよね。なので、今、顕著に皆さん、物不足、例えばマスクがないだとか、今、任天堂 DS、スイッチか、スイッチですね。任天堂スイッチが、なんか4、5万とかしたりとか、需要がですね、むちゃくちゃ上がっていて、供給が追いつかないということで値上がりしていると。今ね、ウェブカメラとかもね、20日とか、4日前ぐらいに18,000円ぐらいで新製品のロジクールの僕ウェブカメラ注文したんですよね。で、いつ届くかなと思って見たんですけども、まだ今、発注中で、ね、そしたらもう品切れになっていて、今、
1万8000円になったのが4万円ぐらいまで値上がりしてますね。ということで、なんかもうとんでもないですね、値上がりしてるような感じになっていると。なので、物がですね、本当不足していて、例えば車作れなくなるから新車がもしかしたら値上がりするとかですね、そういった可能性もあるかもしれないです。なので、ちょっと恐ろしいことに、その給料が下がって、収入が下がるにもかかわらず物価が上がるっていうね、で、可処分所得っていうか、使えるお金がですね、どんどん減ってくるかもしれないです。そうするとみんな一人一人がより貧しくなるっていうか苦しくなる風になるかもしれなくって、食料が不足がとかいろいろどこまで本当かちょっとわからないんですけども、そういうのを警告されたりとかですね、しているので、もしかしたら今後はですね、給料は下がるけど物価は上がるみたいな、とんでもない一番苦しい状態になるかもしれないと思ってちょっと恐れてます。で、そういった状態の人、詳しい人は知ってると思うんですけど、スタグフレーションって言ったりとかしていて、スタグフレーションになるかもしれない。その給料が下がって物価が上がるような状態ですね、に、陥るかもしれないなと思うか、今、本当ね、そういうふうにマスクとか、いろんな、ものがですね、かなり品切れになってきてるんで、パソコンとかですね、そういう可能性はすごいあり得るなと思ってます。ちょっとこれは一番最悪の事態ですね。で、あと株価はですね、上がっていってて、ちょっと不思議なことにですね、上がっている状態です。これが本来なのかどうかってなかなかね、景気が悪いから株下がるものではなくて、欲しい人が、需要と供給で株って決まってるんで、欲しいって人が多ければ株価が上がりますと。今、日銀が ETF の買い支えをずっとしていて、株ですね、日経平均みたいなのを買っていることで、市場全体をですね、こう買い支えていると。で、年間6兆円だったのを12兆円にですね、倍プッシュするぞって言って、黒田さんが株を買い支えるということでやってますと。で、株価はですね、結局どうなるかよくわからないので、予想はですね、あんまりしてないです。なので、長期的には経済が悪くなっていくから、それが織り込まれて、株価がですね、下がっていくのか、それとも、その世界中のお金が余って株に行くから株価が上がっていくのか、結局株価が買われればですね、上がっていくんで、なので景気を反映してないのか、それとも本当に下がっていくのか、どっちかっていうのはわからない状態なので、ちょっと今、こういうむちゃくちゃ値動き激しい状態なので、大きく投資するっていうよりか、積み立てていくっていうのは全然ありだとは思ってます。で、日銀がどこまでこれやり続けるかっていうのは結構問題だとは思っていて、先日、ダイヤモンドからですね、日銀が大株主になっている、実質的に大株主になっている会社を出していました。で、コロナで、その、日銀が保有している割合がですね、大株主の割合が何パーセントかの上位ランキングみたいに出ていて、で、1位アドバンテストのですね、間接保有割合 23% ですね、日銀が持っていると。これとんでもない額ですよね。これ見るとヒット株主でしたね、23%。あと、ファーストリテイリング、ユニクロの、株をもう今 19% 持ってて、もうこのペースで買っていくと年末ですね、1年後には21% ぐらいになるってことで、もう1兆円近くですね、ユニクロの株持っているような計算、それぐらいのETF トピックスを持ってるっていう風に換算されるっていう風に出されてますと。ユニクロね、柳井さんが、ユニクロのですね、株を 21% ぐらい持ってるんで、柳井さんと同じぐらいのですね、株を、日銀が持ってるっていう風に換算されると。他にもですね、いろんな大きな会社の、株をかなり持ってるってことで、本当にこのままいくとどうなるんだっていうね、こういう、自分の国の株を買い占める中央銀行っていうのはですね、世界に例がないので、これをどうするのか、20% のね、ユニクロの株を持ってるぐらいのこの ETF をどうしていくのかっていうのは誰もわからない状態ですね。で、一気に日銀が話し始めるとまた株価下がるんで、これどうするのかっていうのはですね、わからないまま突き進んでるっていう状態ですね。本当にいいのかっていうね、これは本当に良くないっていうか市場を歪めるんで、早く正しい道に戻った方がいいと思うんですけれども、この株価買い支えですね。これ本当に異常ですね。で、さらにGDP どうなるかっていうのも前回ちょっと紹介したんですけども、ゴールドマンサックスが、GDP の予想は、6月から9月だったかなの予想は、マイナス 25% になるっていうふうに、予想していると。4月から6月かな。っていうので、年率換算マイナス 25% で、これ本当にリーマンショックとかをはるかに超えるぐらいでですね、マイナスになるんではないか。まだね、25%、これまだ日本いい方で、ロックダウンしているニューヨークとか 30% とか、ヨーロッパとかで 35% とかですね、とんでもない、聞いたことないような年率換算のやつで出てくると。なのでリーマンショックよりかは景気が一気に冷え込みそうだっていうのは、予想が、ゴールドマンサックスが出してる。これ5月に出てくるので、これまたですね、出てきた時に解説したいと思いますが、いろんな、シンクタンクとか投資銀行とか、紹介してるんで、それぞれですね、いろいろ予想してるような段階ですと。
ということで、経済的にはですね、解決方法は見えないということで、本当にリーマンショックの時は、金融危機だったので、金融対策をすれば、銀行の破綻とか防げたってことで、大丈夫でした。で、実経済どうだったかっていうと、実際にそのリストラ、会社がですね、リストラしたりとかあったんですけども、こんなに消費や見る間に冷え込んだりとか目に見えてですね、物が売れなくなるようなこと、お店が開かないとか、そういうことはなかったんですけども、今は、本当にですね、リーマンショックの時よりかはかなり、ひどい状況で、本当にお店が開かないような状態なので、それは経済対策とかしても結局すぐに景気が回復するわけなくて、お店は開けられない状態には変わらないので、お金がどんどん消費されていく、そういう状態ですと。なので、ワクチンとかが早くできて、みんながですね、普通に経済活動戻れるまで、いつまでかちょっとまだわからないんですけども、とんでもなくですね、影響が大きくなってしまっています。なので、結局経済がもうすべてストップしかかってるんで、その今まで、経済活動していって、蓄えたのをどんどん吐き出しているような状態で、それはもう生産してないっていうことなので、どんどん蓄えが食い潰されていくってことですね。なので全員が貧しくなっていくっていうようなイメージだと思います。なのでお金を吸って配ったところでですね、それはそれで一時しのぎはなるかもしれないんですけども、そのインフレしたりだとか、そういった効果はもちろんあるので、または円安に触れたりとかですね、いろんなことがあるので、そういう対策はもちろんすごい重要だと思うんですけれども、結局のところは、全体的に貧しくなっていってる方向には変わりないと思います。なので、すぐには景気はですね、回復しないかなと思ってます。さっき言ったみたいに、蓄えがどんどんなくなっていったりとか、給料下がったりっていうした中で、もし今経済が元に戻ったとしても、すぐに買おうだとか、景気をですね、高級時計を買おうとかですね、そういう、人はですね、すごい少なくなるんじゃないのかなと思ってるんで、またですね、その景気が良くなるまでは数年以上かかる、4、5年ぐらいですね、かかったりするんではないだろうかなっていうふうに、考えてます。ちょっと残念なんですけれども。なので、今非常に厳しい状況です。じゃあ、働き方ですね、どう変わるかっていうので、これもう、サラリーマンの方の方が詳しいかもしれないですけども、皆さんね、感じてらっしゃると思います。働き方変わるでしょうね。もうリモートワークが一気に発達してて、いろんな人がリモートワークで、自宅、在宅勤務とかですね、増えるんで、それが当たり前になっていったりするんだろうなと思います。今まではいろいろですね、顔を合わせないとダメだとかいろいろあったのが、もうそうできないっていう風になるんで、強制的にリモートワークに行くんで、これの良さっていうのがね、だんだん分かってくるのかなって気はします。で、アウトプットがね、露骨に見られるようになるんじゃないかなと思ってます。今まで残業が多い人とかですね、でかい声で電話しまくってる人とかですね、それ目立つ人が仕事してる風があったかもしれないですけども、そういう風に離れてるとですね、何してんだか分かんなくなるんで、実際のアウトプット、で、露骨にですね、その人の能力がですね、評価されるようになるんだろうなと思います。なので、どんだけ残業してね、残業代稼いでた人もですね、結局、それが稼げなくなってくると思うんで、スキルをですね、身につけてアウトプットが、重視されるんだろうなと思います。で、残業がですね、なくなってくんで、そうするとやっぱ残業代カット、もうすでにですね、残業代なくなって、ちょっと生活が苦しいって人も多分、多いと思うんで、これからですね、さらに加速するだろうなと思います。なのでもう残業代はないものと思って仕事をして、生活費下げたりとかですね、副業で稼いだりとかしないと、残業当てにした住宅ローンとか組んでたりとかすると、かなり危険な感じになるんではないかっていうふうに思ってます。で、テクノロジーをですね、使いこなせない人はやっぱもう淘汰される。電話とか会議とかですね、そういうものでなくって、どうしてもネットコンピューターとか、リモートワークとか、そういうのをですね、取り残された人々はですね、多分、評価されなくなってくると思うんで、よりですね、テクノロジー使えない人は淘汰されていく。なので、一人一人、自分は機械音痴だからとか、アナログな人間だからとか、古い人間だからとか言ってる人多いと思うんですけども、もしそういう人いたら、覚悟しといた方がいいかもしれないですね。大丈夫かもしれないんですけども。なので、気合と根性の世界からですね、効率性重視みたいな風にどんどんなっていくんだろうなっていう風に、僕は考えてます。かといってもオフィスはすぐなくなるかっていうと、やっぱオフィスは残るかなっていうふうに思ってますね。やっぱ重要な役割を担ってて、実際に対面して話したりだとか、コミュニケーションを取ったりとかですね、やっぱ対面にはまだ行き着かないかなっていうところで、結局ね、Google とか Apple とかですね、オフィス重視して、その労働の環境をですね、すごい重視してるんで、
まあそれはいろいろね、そんだけ技術が進んでる会社でプログラミングとかいろいろね、最先端行ってるところもやっぱりそのオフィスの重要性っていうのをね、やっぱこう重視してるんで、なので、まだまだ、2020年の段階だとオフィスっていうのはね、機能としては重要になるんで、まあ、オフィスがなくなって全員が在宅になるっていうのは多分ないだろうなと思ってます。まあ、例えばね、これ有名ですけど、アップルがね、こんなでかい宇宙船みたいなね、こうアップルパークって作ってね、これにまあ1万人以上が働いてるわけで、まあ、こういうのは作るっていうことは、やっぱりこう、本社っていうか、そういうオフィスの機能っていうのはやっぱこう、生産性だとかいろんなものやっぱ重視されてるんだなっていうふうに、まあ、アップルですらまあそういうふうに思ってるんだろうなと思います。で、あと、ま、収入のですね、多角化が、ま、かなり盛んになると思います。ま、今、一本足打法みたいなのがですね、ま、怖くなる人が多分多いでしょうね。多分一つの、ま、会社だけだったりとか、一つの事業だけ、ま、例えば店舗をうまく店舗持って、それをどんどんこう多角化していって、いろんな店舗を増やしたところで、まあ、全てはですね、まあ、いきなりステーキじゃないんですけども、その市場が一気にダメになったり、一気にダメになってしまうっていうのがあるんで、まあ、一つだけに収入、例えば会社だけに依存したりだとか、そういうすると危険だっていうのはですね、なんか身に染みて分かった人も多いかもしれないですね。なので、リスクヘッジでですね、自分の、まあ、サラリーマンの給料だけではなくって、自分で稼げるスキルっていうのを身につけようっていう人は、まあ、より増えそうだと思います。まあ、さらに、その在宅ワークが増えるんで、まあ、自宅でですね、仕事をするっていうのも当たり前になると思うんで、いろんな、他の仕事やってみたりだとか、まあ、やりやすくなるのかなと思ってます。なので、まあ、そういう副業をやりたいなと思う人はチャンスかもしれないですね。でただ、ちょっと自分もいろんな人に仕事を発注したりとかしてるんですけれども、やりたいよって人が今殺到してですね、価格崩壊気味になってますね。ちょっとビビるぐらい応募が来るんで、ここ、まあ、1年前とかに比べるととんでもないぐらいね、ネットで仕事したいっていう人が増えてます。だからまあ、自宅待機で仕事がないとか、バイトがないとかっていう人が今、こっちの在宅ワークに流れ込んできてるんで、ちょっと厳しくはなってるかもしれないですね。ただまあなんかこう、もう、やりとりの、社会人としての基礎がなってない人がむちゃくちゃいっぱいいるんで、まあそれはもう荒殲滅でほぼもう、断ったりとかしてるんですけども、まだまだそのレベルは低いので、今その、差別化するとしてはそういう問い合わせの内容とかしっかりやるとかで、まだ取れるかもしれないですね。とにかく、一つの収入ではなくって、いろんなものを、身につけたり、まあ、会社自体が一つの事業に、特化したりだとかするのもリスクだし、まあ、個人としても一つのですね、サラリーマンだけっていうのもリスク。まあ、そういう風になっていくんだろうなっていう風に考えてます。で、まあそうなってくると、家でですね、こう、いかに快適に過ごすかっていうのが、むちゃくちゃ重視されてくるかなと思います。なので、まあ家にいる時間がどうしても増えてくるんで、まあ家族と、まあいる時間も増えてくるんで、まあなんか離婚が増えるとかの話もありますよね。その今までずっとね、外にいた、旦那さんがこう家帰ってきて、その顔を合わせる機会が増えるから喧嘩が増えるとか、まあいろいろなんかあるみたいで、大変だなと思ったりするんですけども、なのでまあ家に帰って寝るだけみたいな感じだったのがですね、なのでまあ家はもう最低限でいいよってなった人が多いと思うんですけども、でも家で仕事するとなるともう家が最高っていう風に、家重視になる人も、まあ増えるんだろうなと思います。なので、まあ広い家とか、例えばペットとかね、なんか癒しを求めて、あと暇つぶしになんかあったりだとか、まあそういうね、ビジネスチャンスとか広がりそうだなと思います。あとまあそのオフィス、自分のね、書斎みたいなの作ったりとか、あとプレハブやね、庭に立ったりとかですね、まあそういうのなんかありそうだなっていうんで、そういうのはチャンスかなって気もしますね。まあ僕はですね、おすすめとしてはもう個人的にはまあこうぬいぐるみをですね、もふもふしながらすると、まあすごいなんかこう、癒されるんでぜひですね、ぬいぐるみをこの機会に買うのもいいかなと思います。これ一番おすすめですね。で、まあ、在宅ワークするんだったら、まあこれはね、使っといた方がいいよっていうのをね、あります。まあ僕ね、古臭い大企業にいて、最新のテクニック、技術とか使わずに、セキュリティの問題があって使えなかったのでですね、僕もこの1年使うようになったのが多いんですけども、まあ、Gmail とかですね、Google ドライブ、あとスプレッドシート、ドキュメントシートとか、まあそういうドキュメント、Google 周りはですね、まあほぼ今みんな標準的に使ってるんで、まあ使えるようになった方がいいですし、まあ僕ね、Excel とかの方が使いやすいんですけども、慣れるようになってたりとか、あとまあコミュニケーションを取るのは Zoom とかですね、あとまあチャットワークとかスラックとかまあ普通に使うようになった方がいいですね。まあ本当にね、メールでやり取りするよりもチャットワークの方がかなり楽なので、僕も今チャットワークでやり取りしたいですね。で、あとまあ、本とかね、置くスペースがあれなんで、Kindle とか、あとまあ、Twitter とかね、暇つぶしに多分 Twitter とかもうよりブーム来るんじゃないかなとか、YouTube 見たりとか、で、外出なくなるからインスタ映えとかなくなるんで、なんかインスタは廃れんのかなとかね、思ったりしてますね。最近ちょっとインスタやってるんですけども、インスタ映えどころじゃないですよね、家にずっといるとなると。だからその、SNS によっても差が出るのかなとか、
あと仕事をするときはクラウドワークとかランサーズとかですね、そういうの増えたりとか、そういうのをですね、使っておくと、よりいろんな幅が広がるのかなと思うんで、ぜひですね、興味ある人は見てみてください。で、最後、不動産の価格どうなるかってことで、これもよく聞かれるのでですね、解説しますと、これも不動産の予想当たるか外れるか、個人的予想なので、そこはご勘弁をってわからない前提だけど、でも、時間を聞いて下がっていくだろうなっていうふうに、考えてます。なんでかっていうと、やっぱり不動産ってすぐ売れないんで、すぐにね、価格は変動しないんですよ。徐々に下がっていって、で、そういう風に市場形成していくので、最後に不動産価格下がるようなイメージですね。で、住宅の価格なんですけども、一般的には、やっぱ都心一極からですね、郊外にやっぱり移動は増えるだろうなと思います。なので、在宅ワークが増えるとなると、その通勤時間とかなくなるんで、もうちょっとね、遠くに住もうかなっていう人で、より広い家に住もうかなっていう人は多分増えるだろうなと思ってます。で、貯金とか収入が減った人が増えるんで、なのでそうすると、なかなか買う人もね、減ってくるんで、都心の、あと、倒産のリスクが上がるんで、あと、融資を絞ったりもするだろうなって、銀行がね、融資出さないと、不動産買えないっていうのがあるので、さらに都心から今ね、外国人が消えつつあるんで、とにかくその都心の住宅の価格は今までずっと上がってきてたんですけども、バブルから多分2倍、3倍ぐらいになってきてるんですよね。それが下落に転じるだろうなっていうふうに考えてます。今は、いいかもしれないですけども、すぐに、買わない方がいいのかなっていうふうに僕は、予想してますね。で、多分家賃も下がっていくはずなんで、特に高級住宅地ですね。そういうふうに今までボロ儲けしてた人が多分減ってくるっていうことですね。で、投資用物件、一棟もの不動産投資とかは、家賃が払えない人が多分増加してくるんで、バイトがなくなったとかですね。そういう風になってくると、銀行が融資をね、ストップしますってことで、投資用物件はリスクが高いってことで、融資をしなくなると。で、お金を持ってる人が減ってくるんで、買う人も減ってくるんで、より一層ですね、価格は下落するかなと思います。なので、不動産投資家持ってる人も、高値で持ってる人に関しては、苦難の時期かもしれないですね。で、逆に、これから買おうってしてる人は、特にですね、物件の価格下がってきてて、てかむしろ今下がりまくってて、これ結構顕著に地方のですね、物件下がってきてて、特に4月ですね、むちゃくちゃ下がりましたね。なんかテンション上がる物件が増えてきたんで、ちょっといいなったら欲しいなと思って、結構問い合わせする数とか、これはって思う物件は増えてきてますね。あとは融資がね、ついてくるかどうかなので、そこは、初心者、サラリーマンとかいきなり融資難しいかもしれないですけども、僕らみたいな不動産投資家は、まだまだ融資引ける人は引けるんで、チャンスかなと思ったりしてます。ただ持ってる物件のね、家賃が下がってくると売却価格も減るんで、プラスとマイナスが同時に来たみたいな感じで、買うにはチャンスだけど、売るには損だなっていうような状態ですね。で、テナントやホテルとかは、より壊滅的で、もう本当民泊とかも本当今撤退の案件だらけですね。いかに撤退するかっていうことで、本当に今民泊撤退ですね。で、貸し会議室とかも需要はちょっと下がっているような感じなので、ちょっと今からやろうとしている人は気をつけた方がいいですし、店舗はですね、もう営業を、自粛されている方が多いんで、本当ですね、危機的な状況だと思います。なので、家賃もですね、僕も、半年間ですね、テナントの家賃無料にしてる、店舗の人があったりとかします。もう本当は営業できないっていうか営業しちゃいけないって言われてるんで、そうなるとね、もらうのも悪いんで、一応半年間免除っていう形を延期ではないですけど、免除ですからね、もう完全にいいよっていうことで。それはその入居者さんと良好な関係つかめてるからね、お互い、苦しい時はね、頑張って乗り越えようっていうんで、そういう風にしてるんですけども、それはね、その大家と信頼関係があるわけで、法律でそういう風に一律に要請動向っていうのは僕は反対はしてるんですけども、困った入居者に対してはそういう要請を受けてると。で、ホテルとかは需要がですね、かなりもう皆無になってきてるんで、そういうテナントとかはですね、もう本当今売ろうとしても多分買える人全くいないし、買おうっていう人もほぼいないんじゃないかなと思います。なので、この後ですね、安く買うチャンスが来るかなと思ってるんですけども、ただリスク高すぎるんで、ちょっと手出せないなっていうのは状態ですね。ということで、ちょっと長くなってしまったんですけども、まとめの前にちょっと一回ですね、再生リストを作ってるんで、ブログとか、YouTube とかですね、副業をやってみたいなとかですね、不動産投資、これから買い時が来るんで、お金持ってる人はぜひですね、勉強してみてください。あと、株ですね、株の基礎を再生リスト全部作ってるんで、よかったら見てみてください。ということで、
長くなってしまったんですけれども、武漢は、77日でしたってことで、77日後は、東京は6月22日ですと。だからそれよりもですね、一刻も早く、日常に戻ってほしいなって気もするんですけども、やっぱりなかなか、それぐらいがですね、武漢と同じぐらいだったら目安なのかなっていうふうに思ってます。それよりね、早く長引かないでほしいなっていうところは、心から願っていることです。で、抗体が出ている人が、ニューヨークの場合14%ってことだったので、なるべくですね、その早く抗体を持っている人が広まることで、そのコロナかかっても大丈夫っていうか免疫ができる。そうすることで重症化しないみたいな風になるといいなっていう風に願ってますし、そういうね、抗体を血液移植とかでそういうのでね、いろいろ免疫作るみたいな方面できたらいいなと思ってます。あとは働き方に関しては、サラリーマンがですね、自宅でやれるようになったりだとか、よりですね、アウトプットを重視されるようになったりとかすると考えてます。またですね、不動産に関してはもう価格が全て不動産下がっていくと、特に不動産一等物とかですね、投資物件とかホテルとか下がっていくので、これからですね、買おうってする人は、ちょっともしかしたら様子見た方がいいかもしれないですね。ちょっとこれ予想なので外れるかもしれないんですけれども。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったらですね、高評価いただければ嬉しいです。で、このチャンネルはですね、経済ニュースとか分かりやすく解説してるんで、よかったらですね、チャンネル登録をぜひお願いします。またですね、いつもコメント、高評価ありがとうございます。役に立ったらですね、コメントいただければ嬉しいですし、またですね、SNS とか友達とかにシェアしていただけると嬉しいです。また Twitter ですね、有益な情報を発信してるんで、よかったらフォローしてください。あと最近 Instagram とですね、Facebook ページやってるんで登録お願いします。それではどうもありがとうございました。ウィー。20万人行きました。ありがとうございます。昨日ちょっとライブやったんですけども、またですね、どっかやりたいと思うんで、あとサブチャンネルですね、たまにやってるんでよかったらモフボッチ登録してみてください。それではどうもありがとうございました。